じゃあ行きます。いってらっしゃい。頑張って。はい。できるって。作業の会話で。あとネジ締めときます。ああ、大丈夫だね。ここで。お前大丈夫だね。グータラズです。今日はね、師匠のセルシオ20後期だね。めでたく車検が取れました。いやーよかった。一回落とされたんだけどね。なんだっけな。ステアリングラックのブーツが破けとね、タイヤの減りでね、落とされたけどね、次ね、限定でね、2回目かな。限定で取って受かりました。いやーよかった。いやーこれでね、行動デビューです。廃車起こし。成功だね。うん。ってことでね、これからはカスタムライフ、師匠のカスタムライフがスタートします。ってことでね、まずはサスコン。まあ前もサスコンついてたらしいんだけど、まあ調子が悪かったらしいんだよね。左がぐっと下がったりね、するみたい。なので、サスコンをなんかね、中古でいいの買ったみたいなんで、それをね、変えてあげましょう。まあ、まずは何はなくとも車高下げるよね。まずはそうだよ。ってことでね、ここにサスコンのエアサスコンピューターがあるので、これにね、エアサスコントロール。これをね、かましてあげます。これは既存のやつだね。こうやってね、コネクターにね、割り込む形になるんですよ。で、コネクターがね、こうやってセットになって、コネクター抜くだけ、抜き替えて挿すだけ。非常に簡単です。こういうとこやっぱりエアサス楽だね。バーニー式でガチャガチャ変えたりとかしなくてもいいしね。しかも乗り心地がいい。やっぱりね、師匠の車20ちょっと古いけど、やっぱセルシオだね。全然乗り心地がいい。こんなに良かったんだと思って。うちの親父が一番最初の、俺がね、もっと昔かな、高校生の時にね、親父が10系乗ってたんですけどね。その時でもね、良かったけど、いやー、セルシオいいね。さすが世界を席巻しただけある車ですわ。まあ、そういうことでね、新しいね、サスコンつけてあげましょう。これもコネクターも一緒にね、セットになってきてました。当たり前か。で、これをね、差し替えるだけ。前のサスコンからこの新しいサスコンにね、付け替えるだけ。こうやってまあ、コンピューターにこう割り込む形だね。これで完了です。すぐで楽でいいね。でね、早速チェック。設置もままならないままチェックだよね。もう下げたくてしょうがない。とりあえずやってみたいんだよね。いや、わかると思うけどな。車やってる人。とりあえず設置よりチェックでしょみたいな。なるよね。これがね、全下げ。絶対みんなやる。最初にね、下げてみるよね。自己率全下げじゃなかったっけな。あ、これ違うわ。最初に動かしたんだ。半分ぐらい下げて、で、車高が左右バランス整ったところで、そうそう。絶対にみんなやる。全下げ。もう二言目には全下げだよね。言うよね。やっぱ動きもいいね。バネ式に変えちゃうとやっぱ乗り心地がね、損なわれるんで、優しいですよ。壊れたらね、中古で1本8000ぐらいだって師匠が言ってたんで、それ直しながら乗った方がいいかもしんないね。このままだとやっぱ乗り心地があれなんで、あれだね、ロールセンターアダプターをゆくゆくは組んであげて、これぐらいのね、車高で乗り心地よく走れるようなね、車を目指すってね、師匠が言ってたんで、とりあえずね、今日はサスコンだね。
まずスタートです。カスタムスタートだね。で、あとは車内のね、設置です。車内に設置してあげましょう。ちょっとまだね、車検取り立てで、まだ清掃とかね、してないんで、ちょっと汚いですけどね。で、既存のその配線、元のサスコンの配線をね、取ろうってことで、このパネル取ろうとしてんだけど、灰皿はね、取らなくていいみたいだね。真ん中のコンソールパネル、これをね、取ってあげれば見えてくると思います。ほら、見えてきた。これをね、引き抜いてあげて、で、以前のね、サスコンは全部なくなりました。新しくなってね。やっぱ今のやつは、昔のサスコンより、その扱いやすいみたいで、師匠も扱いやすいって言ってたね。いろんな調整がそんなにいらないみたい。でね、パネルのとこちょっとね、傷がついてるとこがあるんで、ここをまあ隠すように、サスコンつけてあげました。そうすればね、報酬もしなくていいし、あそこ手元にあれば、車高もね、すぐ変えれるんでね、サスコンぐらいペットついてても気にならんでしょ。ってことで、あそこにしました。で、設置が終わったらね、線を隠して、大嫌いな線をね、隠してね。で、あとはパネル類、ダッシュボードだね。ダッシュボード、グローブボックス。この辺をね、戻して完了になります。いや、サスコンやっぱ楽でいいね。で、あとね、ホイール変えましょう。車高下げるのとホイールだよね、やっぱね。変えちゃおう。これは師匠が前も入ってた19インチだそうです。取ってあったんで、それにワイトレかまして、ワイトレなんかもらったみたいなんでね、ワイトレとハブリングかましてあげて、で、装着してあげました。この時ね、ナットがね、でかすぎて、センターキャップ、リアだけ閉まってないっていうね。違うナット持ってきたっていうね。そんなオチもありますけど。かっこいい。やっぱ印象がだいぶ変わるよね。いやー、かっこいいな、セルシオ。セルシオやっぱ乗り心地すげえいいんですよ。何回も言うんですけどね。師匠の20乗してもらってね、いいなと思って、こんな良かったんだと思って、改めてやっぱりセルシオの良さ感じました。綺麗にね、復活しました。いやね、あそこにね、駐車場に放置状態、3年から放置してたって言ってたんで、放置状態からポンプ変えて、いろいろ変えたりして、車検無事に取ることができてね、また師匠、これからカスタムスタートです。どういうようにカスタムしていくんかなってことで楽しみにしてましょう。
ってことでね、師匠のセルシオ無事に復活させることができました。これからねカスタムライフスタートします。どんな風にねカスタムしていくのか、どんな色をね出していくのか楽しみです。そういったねお手伝いもねこれからしていければと思って動画もね上げていきますので、また皆さんよろしくお願いします。本日はご視聴ありがとうございました。そして師匠おめでとうね。ではやてちゃんの動画、はやてちゃんのチャンネルもねリンク貼っておきますので、そちらもご覧ください。本日もご視聴ありがとうございました。よろしかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。